プロフィール、エージェントナンバー3、コードネーム、オーメン、本名、不明、分類、レディアント。彼は影そのものとして存在する異質なエージェントである。かつて自分がどのようなぬくもりを持つ人間であったか、その顔にどのような表情を浮かべていたのか、彼にはその時の記憶はない。ある事故をきっかけに自身の肉体と記憶を奪われた彼は過去という深い闇に取り残され生と死の狭間をさまよう存在となった。事故後、オーメンは幽霊のような姿になり影を操り瞬間移動を可能とする能力を身につける。レディアナイトにより強化された新たな肉体は驚異的な能力を発揮するがその代償として人間としての本質を多く失ってしまった。絶えず激しい痛みと戦いながら体の各部位が震え歪み続ける不安定な状態を意識的に保つために彼は常に大きな努力を払っている。オーメンの趣味は編み物である。小さな針と糸で静かに紡ぎ出される編み物に没頭することで自らの不安定な肉体をコントロールし常に襲い来る体の節々の鋭い痛みと歪みに耐え集中力を研ぎ澄ませているのだ。これは彼がより安定した状態を保つための手段であり戦場で己を見失わないための静かな儀式でもある。また彼が盆栽を手入れする姿も報告されている。これも編み物同様繊細な作業を通じて精神を集中させ自らの存在を制御するための一環なのかもしれない。オーメンは皮肉屋で陰気な性格を有しダークなユーモアを好む。常に重苦しい雰囲気をまとい敵味方を問わず冷ややかな言葉で場を支配する。事故以前のほとんどの記憶を失っておりその深い喪失感が彼の行動原理の一つとなっている。失われた過去を取り戻すことを生涯の目標としその渇望が彼の冷徹さと不穏さを一層際立たせている。オーメンにはレイスという冷徹なコードネームを与えられた過去がある。彼に関する情報は断片的で曖昧なものばかりでジョン、フレッド、マーカス、ヨハン、ディミトリなど多くの偽名が記録に残っている。これらは彼がかつて数多くの任務をこなす暗殺者であったことの名残でありあるいは真の姿を隠すために自ら作り出した偽りの仮面なのかもしれない。彼は今もなお自身が失った記憶の残響に耳を澄ましながら闇の中を静かに歩み続けているのである。そしてこの世にはもう一人オーメンが存在する。オメガアースにおけるオーメンは長らく謎に包まれていた存在だった。しかしパールの登場によりその姿が明らかとなる。彼はリスボンの危機に際し高潮によって命の危機にさらされた人々を自らのテレポート能力を駆使して救出した英雄である。この功績は町の英雄の庭に建てられた記念像や彼を称えるアナウンスなどにより記録されている。彼の行動は単なる力の誇示ではなくその力を人々のために施行するという信念の表れでありオメガアースのリスボンの人々にとっては忘れぬ救いの象徴である。さらに彼はシャドウウォーカーという名のコミックシリーズの主役でもありその存在は今や伝説として称えられるほどのものになっている。経歴。オーメンには自身の幼少期に関する記憶が一切存在しない。生まれ育った場所も誰に育てられたかも不明でありその空白こそが彼の存在を最も象徴している。オーメンは複数の偽名を使い分けながら暗殺任務に身を投じていた。ターゲットを粛々と処理していく日々の中で彼は感情を手放しただ任務を果たす存在となっていた。そんな彼に下された任務の一つがサビーン・カレス後のバイパーの暗殺だった。しかしこの任務は失敗に終わる。オーメンはバロラントプロトコルに参加する以前サイオンズ・オブ・アワーグラスと呼ばれる組織に所属していた冷酷な暗殺者であった。レディアナイトの存在が公になるのを防ぐため彼はキングダムの科学者であるサビーン・カレスを研究室で暗殺するよう命じられた。しかしサビーンは小瓶に入っていた強力な毒薬をオーメンに向かって投げつけた。この物質は後にバイパーの能力スネークバイトの原型となったものである。負傷したまま試験室に足を踏み入れたオーメンに対しカレスはさらなる被害を防ぐべく試験室の装置を起動。純粋なレディアナイトエネルギーのビームが彼の身体を直撃した。結果彼の体は引き裂かれ記憶の大部分を失ったままオーメンという新たな存在へと変貌することになった。なお彼がどのようにして死から蘇り現在のような不安定ながらも安定した形を保っているかについては未だ不明であるがその過程で政治が深く関与していた可能性が高いといくつかのセリフや断片的な情報から示唆されている。事故の後彼は記憶と体を失い影の存在としてさまよい始める。痛み歪みそして喪失。唯一彼をつなぎ止めたのは自身が何者であったかを知りたいという燃えるような執着だった。年月を経てサビーンと再び接触した彼はバロラントプロトコルの設立に加わる。彼がこの組織に身を置くことを決意したのは失われた記憶を取り戻し自らの苦境に終止符を打つためである。オーメンは敵を倒すことであの頃の自分に近づけると信じており戦いの中にこそ答えがあると感じていた。
彼はたびたびまたあの頃の記憶に戻ったような気がするといった発言をし、自分の存在の断片を戦場で見つけようとしているのである。その後彼はサイファーに自身の過去を探るよう依頼し、情報を追い続ける。そんな中で出会ったのが若き暗殺者アイソであった。アイソは当初自身の過去や目的について語ることを避けていたが、やがて真実を明かす。彼はかつての雇用主であるサイオン・ザ・ワーグラスから命を受け、次なる標的であるオーメンに接触するためバロラントプロトコルに潜入していたのだ。しかしバロラントプロトコルの理念と仲間たちの関わりを通じて彼の心に変化が訪れる。自ら属していた組織とバロラントプロトコルの違いを痛感したアイソは真にアワーグラスを離反する決意を固め、オーメンと共に調査に協力するようになる。オーメンにとってもこの出会いは転機であった。彼が過去に所属していた組織がなぜ命を狙うのか、その理由を知ることは自らの正体を探る上で避けては通れない課題だった。アイソの存在がその謎を解く鍵となったのである。真相を追う中、オーメンはジャカルタにある砂時計型の超高層ビルへの潜入任務を任される。この任務は極めて危険なものであり、彼自身の過去と深く関わる人物、サイオンズ・オブ・アワーグラスの指導者でもあるボスとの直接対決を意味していた。オーメンは単独で基地へと潜入し、緻密な影の操作と瞬間移動を駆使して厳重な警備を突破していく。その静かな殺意はかつてのゴーストとしての腕前を彷彿とさせるものであった。ついにペントハウスにたどり着いた彼は装置により捕獲され、エネルギーのビームによって動きを封じられる。その拘束の中でボスは余裕を持って語り始める。お前は我々にとって最も成功した兵器だったと。その言葉とともにオーメンの中に眠っていた記憶が呼び覚まされていく。彼がかつてゴーストとしてサビーン・カレス暗殺を命じられていたこと、彼女の自衛行動によって変異を引き起こされたこと、そして人間性と記憶を失ったまま現在の姿へ変わっていった過程が鮮明に脳裏に蘇る。その瞬間、突入していた攻撃チームが装置を破壊し、拘束が解除される。解放されたオーメンは憎悪でも使命感でもなく、ただ静かにボスの元へ歩み寄り、その腕を掴んで高層階の窓から共に飛び降りる。ボスは落下し、オーメンは影の力でその身を消すようにして地面へと着地する。その姿にかつての人間の名残はもう存在しなかった。しかし答えを得たはずの彼の心に残ったのはさらなる空白だった。安らぎはなかった。混乱とフラストレーションが彼の精神を蝕み、彼は一時プロトコルを離れる。そして向かった先はスコットランドエンディンバラの図書館、アワーグラスの古文書を手に入れるためであった。そこでオーメンはクローブと接触し、古文書を手に入れた後、ついにはバロラントプロトコルへと帰還する。その後も彼はソウル、エルダーグロッドといった要衝での作戦に関与し続け、オーメンは影の中から世界の真実を見つめている。自分の過去も現実も受け入れた上でバロラントプロトコルの一員として再び歩き始めているのである。他エージェントとの関係。オーメンだけがバイパーをサビーンと呼ぶ。二人の関係の特異性を端的に物語っている。バイパーは通常自らの名サビーン・カレスを明かすことを避けるが、オーメンの前では唯一そのタブーが解かれるのである。バイパーはオーメンを旧友と呼び、彼の安否を案じる言葉を吐露する。かつてオーメンがお前の秘密が必要だと口にした際には、それが彼女にとってどれほどの重圧であっても決して拒絶の反応を見せず、むしろその沈黙で名約の印を示したという。オーメンは失われた記憶を取り戻すためサビーンの持つ何かを求めている。彼女が知る過去の真実こそが彼のアイデンティティを取り戻す鍵に他ならないのだ。サビーンはその重責を自覚しつつも、冷徹なまでに理知的な判断と情でオーメンを支え続けている。このようにオーメンとバイパーの関係は表面上のやり取りだけでは推し量れない深い信頼と宿命を内包している。サイファーはモロッコの情報屋である。その監視網は戦場の隅々まで張り巡らされ、誰の足取りも逃がさない。オーメンとの関係はまさに取引によって結ばれている。彼はオーメンから記憶の断片を取り戻すための手がかりを探し出すよう依頼を受け、その任務を完遂したのである。オーメンとの会話には不穏な含みが常に漂う。バイパーと同様にサイファーもオーメンの過去に関する詳細な情報を握っており、二人の間には払われるべき代償があることが示唆されている。取引を終えたサイファーは約束通り情報を確保したものの、見返りを受け取るまでは一切それを明かさないという独自のルールを貫いている。オーメンが代償として何を支払うのか、それが明らかになる瞬間までサイファーの沈黙は破られることはないのである。
アイソはサイオンズ・オブ・アワーグラスに所属していた元エリート暗殺者である。その装備には砂時計の刻印が施されており、オーメンは記憶をほとんど失う以前からそのマークだけは断片的に覚えていた。この既視感がアイソへの強い執着と共感の原動力となっている。2人は同じ組織に身を置き、暗殺任務を共に遂行してきた。搾取される存在として扱われた過去を共有することで、オーメンはアイソの背負う運命に深い興味を抱くようになった。一方アイソは影を自在に操るオーメンの能力を単なる道具以上の相棒とみなし、お互いに認め合う関係を築いている。やがてサイオンズ・オブ・アワーグラスからオーメン抹殺の命令が下るが、アイソはそれを遂行せず、組織の真意を疑って離反。オーメンにその計画を伝えたことで、2人は正式に協力関係を結び、バロラントプロトコルへの道を歩み始めた。この選択こそが危険な任務を共に成し遂げられるほどの信頼を2人にもたらした転機である。セイジはオーメンがバロラントプロトコルに参加する前から接点のあった数少ないエージェントの一人である。日常では挨拶を交わす程度だが、その背後には長い歴史と相互理解が隠されている。オーメンはセイジの治癒能力について自然のバランスに反する力と評し、その存在を得意なものと捉えている。生命と死の狭間で人を救うその力は、オーメン自身が抱える闇と対極に位置しながらも、彼の苦しみを深く理解させる契機となっている。一方セイジはオーメンに対して深い同情を寄せている。声に出して語ることは少ないものの、孤独と痛みに苛まれる彼を支えたいという思いが伝わってくる。オーメン、バイパー、セイジはプロトコル加入以前から共に任務を遂行していた可能性が示唆されており、セイジがオーメンの旧友として振る舞う理由が垣間見える。以上のようにセイジとオーメンの絆は単なる戦闘パートナーを超え、生存と喪失というテーマを共有する深い理解に基づいているのである。夜はオーメンに対し軽い友情を示し、俺たちの能力は似ているなと影の力と次元移動の共通点を指摘することがある。その言葉は表面的には冗談めいているものの、互いの技術を認め合う信頼の証とも言える。一方オーメンは夜に深い敬意と称賛の念を抱いている。夜がリフトウォークで異次元を移動する際、自身の断片を残すという発言を聞いたオーメンは、その現象から夜の能力を直感的に理解しているようだ。さらに影を操るオーメンの視点から見ても、異次元の裂け目を自在にくぐる夜の技はまさに別種の闇の芸術と映っている。こうした経験が軽妙な掛け合いの裏にある確かな信頼を育んでいるのだ。夜とオーメンの関係は能力の類似性をネタにした軽い友情と相手の技術を深く尊敬する敬意という二本柱で成り立っている。オーメンはスカイに並々ならぬ期待を寄せ、その潜在能力を誰よりも深く理解している。彼はスカイをライフウィーバーと呼び、彼女が無生物や小枝にさえ命を吹き込む力を持つことを見抜いていた。同時にオーメンはスカイの秘めとる可能性がまだ完全には開花していないと感じ、ネイチャーズラースという意味を与えることで彼女のさらなる成長に期待を寄せている。一方のスカイもオーメンをただの影使いとしてではなく、深い孤独と闇を背負いながら前に進む同志とみなしている。彼女はオーメンが闇の力で戦場を追うとき、その引用の美しさと危うさに心を動かされるという。穏やかな微笑みで見守りつつ、必要とあらば命を癒すその手でオーメンの痛みを和らげる。スカイにとってオーメンは影と生命という対照的な存在をつなぐかけがえのない仲間なのである。オーメンとレイナは互いに深い敬意を抱きつつも、どこか競い合うような軽妙さを共有している。レイナは任務の合間にオーメンへ、勝負と同じだなと挑発めいた言葉を投げかけ、その遊び心が二人の緊張を解く一幕となっている。一方オーメンはレイナのソウルハーベストで集められた魂の声を、俺にも聞こえるのかと問う独特な言葉を残している。この発言はレイナが魂を刈り取りながらも、その魂が完全に消え去らず、かすかな生命の残響を保っていることを示唆している。このやりとりは二人の間に秘められた理解と畏怖の深さを物語っており、戦場で交わす短い会話の中に言葉以上の信頼が宿っているのである。